日本のモバイルバッテリーは多すぎるという動画を出してだいたい1年くらいが経ちました。あれからいろんな製品を買って、マイベストの組み合わせも探してたんですよね。例えばこのアンカーの小型のモバイルバッテリー、ケーブルなしで充電できます。旅行にはこの Apple Watch が充電できるこちらも便利ですよね。マテックもね、このデザイン性めちゃくちゃいいなと思って愛用したりしてますが、ようやく自分の中で結論とも言えるような製品が見つかりました。それがこちらです。もうすでに異質な雰囲気が漂っていますが、なぜ僕がこれを正解だと感じたのか、もう見た目でも伝わるこの製品の魅力が何か詳しくお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。改めましておはようございます。なごみけです。今回こちらのアイテムをご紹介したいと思います。シャージのリクタブル 3-in-1 パワーバンクという製品です。最初から話している通り、明らかにモバイルバッテリーとしては異質の雰囲気を漂わせているんですが、こちら最初に1点注意をすると Amazon では販売していません。このシャージの公式サイトから注文することになっていて、実際ですね、僕も購入から到着まで1週間くらいはかかりました。多分ね、海外から発送してるんじゃないかなというふうには思います。で、このシャージという、そもそもブランドについて皆さんご存知でしょうか？僕はうっすら聞いたことがあるくらいで、あんまり詳しくは知りませんでした。シャージは2020年創業の新興ブランドです。旧社名はシャーギークです。この名前でピンとくる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。モバイルバッテリーや充電器などの分野で、特にデザイン性に定評があるブランドです。代表的な製品は 100W のモバイルバッテリー、このシャーギーク100、あとちょっとこの懐かしい雰囲気のレトロ67という充電器、こういったものが有名です。僕正直あんまり知らなかったので最初怪しいんじゃないかなというふうに思ったんですけど、いろいろ見ていくとクラウドファンディングでの実績とか、アメリカの Amazon で分野別で1位を取ってたりとか、割と定評のあるメーカーっぽいですね。で、そんなシャージから出ている製品の一つ、このリクタブル 3-in-1 パワーバンク、こちらがねものすごく気に入りました。 3-in-1 という名前の通り3つの機能を1つに統合したこのモバイルバッテリーになっています。その3つというのがモバイルバッテリー、充電器、そしてケーブルです。これらが統合されている製品、最近結構多くなってきて主流の一つにはなってると思うんですが、シャージもそこに出してきたということで、僕はこれがね一番気に入ってるんですよ。軽くスペックをご紹介していきたいと思います。モバイルバッテリーとしてはまず1万 mAh の容量です。スマホなら丸々2回分くらいは充電が可能ですし、僕は結構1万 mAh はパソコンも対応できるなというふうに思っています。それもあって僕はもうモバイルバッテリーをこれ一つに統合できてしまったなというところなんですね。そして充電器としての性能は 30W の出力になります。ここがもしかしたら人によってはちょっとね物足りないなと思われるかもしれません。ノートパソコンとかだと60W での給電っていうのが割と一般的かもしれないですよね。僕の使っている MacBook Air なら30W でも全然困らないんですが、ちょっと人によっては足りないかもしれないですね。僕も前職の会社のパソコンは確か 45W 以上の給電スピードじゃないとどの減ってくような感じだったので、その時だったら多分使えてないかなと思います。そして出力に関してですが、先ほど話した通りこちらにですね内蔵のケーブルがあります。で、どういったものかというとですね、こんな感じで巻き取り式のこのケーブルがついているんですね。いやー最高これがあるので別で USB-C ケーブルを持ち歩く必要はないですし、巻き取り式なので基本的にはコンパクトに収まっています。またこれとは別に USB-C ポートも1つ搭載しています。2台目のデバイスを接続したい時にはここからも同時に給電することができます。それぞれ 30W 出力まで対応していて、2つ同時に使う場合はもう少しスピードが落ちるかなというところです。もちろんこのモバイルバッテリーへの給電もこの巻き取り式の充電ケーブルでもこちらのポートでもどちらからでもこのモバイルバッテリーに充電することができます。ここら辺もマルチに使えますね。で、僕が1点、不満というほどでもないんですが気になるかなというところで言うと、本体のサイズ感ですね。 110×52×40mm ということで、イメージつきづらいと思うんですけど、同じようなスペックのこちらの CIO のモバイルバッテリーと比べると特に厚みがあることがわかると思います。かつ重量が約 300g です。これもまた同じような CIO と比べるとこちらが 220-30g くらいなのでちょっとね重く感じるんですよね。若干持ち運びにくいポイントは、なくはないというところだけご理解いただけると嬉しいです。とはいえ僕は、許容範囲かなというくらいですね。で、僕が気に入っているのはこの巻き取り式のケーブルの部分ですね。だいたい70センチくらいまで伸ばすことができます。ケーブル付属のモバイルバッテリーって最近多いんですけど、それと比べてもやっぱ長いんですよね。何度も引き合いに出して申し訳ないですが、CIO だともうせいぜいこのくらい、多分10センチ前後ですね。先ほど最初に見せたア
アンカーも多分10センチ15センチくらい、例えばスマホとかをモバイルバッテリーとして充電する時には全然この長さでね足りてしまうんですが、コンセントをプラグの部分に挿してでそれで充電しようってなるとこの長さ70センチくらいはないとちょっと届かないんですよね。その点もうこれはどんなシーンでも対応できます。例えばカフェの電源ポートにこれを挿してでそのままケーブル引っ張ってきてパソコンに挿すみたいな充電もできますね。そういった外出先でコンセントを経由して充電する時のために僕は別で長めのケーブルを持っていたりしたんですが、これがあればいらないかな。もうこれ1台で十分ですね。そして先ほど最大 30W 出力と言いましたが、小型のデバイス、例えばワイヤレスイヤホンとかそういったデバイスへの充電時は低電力モードが作動します。適切な電力で給電されるので、デバイスに損傷がいくことはないですね。またこちらコンセントに挿して充電器として使えるのと同時に、ここに例えばスマホとか端末を挿してこのモバイルバッテリーを充電しながら端末も充電するというパススルー充電に対応しています。2台同時に充電できるという機能ですね。この際にも自動で給電速度を調節してバッテリーの劣化とか損傷を防ぐような仕組みになっています。初めて見るメーカーだとこういった細かいところが気になるんですが、安全面でも問題なさそうですね。そして最後に残しましたが、やっぱりこちらの本体のデザインですよね。モバイルバッテリー感が全然ないですよね。透明なケースが上についていて、内部の構造がちょっと見えるようになっています。とはいえ基板がガチャガチャしているとかではなくて、かなりシンプルな構造になっていますね。でこれデザイン、実はブラウンのオーディオ機器オーディオ300というプロダクトがあるんですが、こちらをオマージュしているのではないかというふうに言われていたり言われていなかったり、でもそっくりですよね。いやドイツのプロダクトデザインってやっぱり最高なんですよ。ブラウンのオーディオ300でいうと、ここの丸い部分はレコードプレイヤーに当たるんですが、ここにケーブルの巻き取り構造が設置されています。昔のレコードのプレイヤーの構造が今はケーブルの巻き取りの構造になってる、歴史がモダナイズされている感覚がすごく好みですね。昨今巻き取り式のケーブルとかそれを内蔵している充電器モバイルバッテリーっていうのも増えてはきていますが、ここまでデザインとして美しくかつ意味を持って成立させたプロダクトって多分ね他にないんじゃないかなと思います。であともう一つ、僕が昨今のモバイルバッテリーに言いたいことがありまして、ディスプレイを搭載するのやめてほしいんですよね。ガジェット感が増しちゃうんですよ。僕あんまり好きじゃなくて、だったらそういうの省いて安くしてほしいなとちょっと思ったりもしているんですが、こちらのシャージに関してはこの電池の残量をこうやって表示してくれるだけにとどまってます。でしかもこの残量がドットインターフェースなんですよね。いろいろ含めてもナッシングみたいな感じがすごいですよね。ここにバッテリーの残量だけをシンプルに表示してくれます。であとこちらにですね付属のストラップもあるんですが、これは別に何の意味もないです。シリコン製なんですが、別にこれがケーブルになるとかではなくてただのストラップです。ただモバイルバッテリーって別にデザインで選ぶものではないですよね。基本的にはスペックで選ぶものです。なので一応比べてみようと思います。先ほどから話している通り、この充電器、モバイルバッテリー、ケーブル、これらを組み合わせていて、かつ僕にちょうどいいスペックのものとして今まで使っていたのがこちらの CIO の製品でした。スマートコビー EX03 スリムプラグ&ケーブルという長い名前なんですが、実際僕はこれを置き換えようと思ってこちらのシャージの製品を買いました。でも分かりやすく比べたところは本当に最初に話した通りなんですが、 CIO の方がやっぱり薄くて軽いです。これはね持ち運びには本当に適していると思います。これでいて 8000mAh、7000mAh くらいの容量を積んでいるので、スマホタブレットとしては十分ですし、 PC のバッテリーが足りない緊急時にも全然対応ができますが僕はこっちを持ち歩きたいんですよ。やっぱりスペック的な優位点でいうと 10,000mAh と多少容量がこちらの方が多いです。また先ほども話した通り内蔵のケーブルですよね。こちらの CIO がせいぜい 10cm から 15cm くらいなのに対して、シャージは70センチほどまで伸ばすことができます。これによって外出先で充電器として使う分にもすごく使いやすいし、本当にケーブルを別で持ち歩く必要がなくなります。なので CIO の充電器とケーブルをセットで持ち歩くのと、これ単品、このシャージ単品で持ち歩くのは負担もしかしたらあんまり変わらないかもしれないですね。であと何よりもこっちの方がねやっぱかっこいい、グッドデザインです。で、ちょっと僕は持ち合わせてないんですが、アンカーの製品でも競合するものは多少あります。パワーバンク1万、こちらもシャージの製品と同じく容量 10,000mAh で最大 30W 出力で USB-C ケーブルを内蔵しています。ただこれもやっぱりケーブルの長さでシャージの方が勝るんですよね。やっぱねこの巻き取り式は偉大ですね。
多少長いケーブルもこの製品一つにしっかりと収めてくれます。ただこれらって全て 30W 出力になるんですね。なので MacBook Air 以外だとちょっとパソコンの給電が厳しいかもしれません。そういった方はどうしてもですね、こういった製品になるかなと思います。こちらだと 65W 出力で1万 mAh 搭載です。ただ、USB-C ケーブルは内蔵していないですし、製品の値段も1万円を超えてきます。こちら確か6000から7000くらいで購入できます。というわけで、スペック面でもデザイン面でもとにかくこのシャージのモバイルバッテリーとても気に入っているというお話でした。このシャージの他の製品を見ると結構ね、デザインが尖っているものが多いんですが、その中でも一番とっつきやすいというかね、あんまり人を選ばないようなデザインになっているかなと思います。ぜひぜひ検討してみていただけると嬉しいです。何度も話しますが、個人的にはこのケーブルのこの巻き取りの部分がすごく気に入ってますね。このカタカタカタっていう気持ちよさももちろんなんですが、このデザインの部分にちゃんと背景があって、そして機能としても充実していて、さらにこの長さですよね、これも含めてちゃんと製品の価値になっているっていうのがまさにデザインの勝利みたいなものを感じます。本当にこのケーブルの長さがあることによってこれ1台で外出できるようになりました。日常使いから旅行まで幅広いシーンで活躍すると思います。1点、出力が 30W という点だけ注意してもらえればなと思います。ただ僕としてはもうこのモバイルバッテリーを使うために MacBook Air を使いたくなるような、そんな本当にそのくらい気に入っている製品ですね。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。